こんにちは、ワットです。今回は普段の撮影動画とは少し趣向を変えてラジオ感覚で見られる動画にしていこうかなと思っています。ラジオ感覚で見られるって不思議な表現ですけど、普段僕はこのチャンネルで2週間に1回東京都内を中心にフィルムカメラで撮影してきた撮影動画をアップロードしてます。だいたい1本あたり5分から10分ぐらいにまとめてカメラとかフィルムとかを紹介しがてら撮影している風景を見せていくというようなスタイルで撮影をしているんですけど、今回は撮ってきた素材を少し長めに使ってPOV スタイルでね、フォトウォークを一緒に楽しんでいけたらなと思っています。というわけでまず1枚目。いいですね。この中華料理の看板の感じとか、このバイクの感じとか、すごく味がありました。今日はまず麻布十番に来てます。麻布に昼間に来たのはほぼ初めてかもしれないですね。本当に稀に食事をしに来たりするんですけど、いつも夜なのでこんな明るい麻布十番は初めてです。何か撮りたいものがあって来たというよりは、普段あまり歩かないところをカメラを持って歩いてみようというコンセプトで来ているので、何が撮れるかすごく楽しみですね。この日は初夏の陽気で気温も確か25度とかそれぐらいで湿気もなくて、お散歩するには本当にもってこいの素敵な一日でした。さあ、どんな被写体がいいですかね。悩みますね。ああやってふらふら歩いていたら、奥の方に同じようにカメラで写真を撮られている男性を発見しました。あれはミラーレスですかね。だいぶ小さく見えますけど、レンズが結構しっかりしたレンズがついてるなっていう感じがしました。こうやってフォトウォークをしてると、同じように写真を撮ってる方のカメラとかとっても気になっちゃいますよね。ついついじろじろ見てしまいます。というわけで、このグラフィティを空との対比も綺麗だったので1枚撮ってみました。麻布は本当に来ないので、どこに何があるかあんまりよくわからないんですが、ここはこの車の中にワンちゃんがね、多分ご主人様を待ってて、それがすごい可愛かったので1枚撮ってみました。うまく撮れてるかな。ちょっと距離があったのでピントを合わせるのに苦労しましたね。普段僕はこのニコン F2 で撮影をしているときに一番よく使うのが 28mmF2.8 っていう広角な単焦点レンズでストリートスナップをしていることが多いんですけど、この日は 50mm の F1.4 ということで標準的な画角ですけど、僕としては普段より少し狭い、タイトな画角での撮影に挑戦してみました。特に理由はないんですけど、いつも通りよりは少し、挑戦があった方が楽しいかなと思って 50mm をつけてみました。50mm のね F1.4 とかは本当に値段もお手頃だし、暗がりでもねかなり明るさを稼げるのでいいレンズだと思います。ニコンに限らず使い勝手いいんじゃないかなって思ってます。さあ、六本木ヒルズ
近辺にやってきました。ここのね、影がすごい綺麗で、木から落ちてるこの道路の影が綺麗でいいなと思ったんですけど、何かもう一つ主題になるようなものが見当たらないというか、なんでしょうね。なんかこう、物足りない雰囲気になっちゃうんですよね。ちょっといろいろ車を入れてみようかとかも思ったんですけど、この奥の、あそこですね。T 字路になってるのかな、あそこは。ところに車を入れてとかも思ったんですけど、人もちょっと通らないし、何かちょっとぼんやりした感じがしてしまうなと思って、結局ここでの撮影は諦めました。普段はこうやって撮影できなかったシーンとかっていうのはもう全てカットしてしまうんですけど、今日はこんなちょっとプロセスも見ていただけたらと思って残してみました。さあ、六本木ヒルズ、これはなんか裏側っていうんですかね。なんか感覚的には、僕の感覚から言うと六本木ヒルズの裏側っていう感覚があるんですけど、意外とここはまだ人が少なくて、これは多分日曜日のそうですね、10時過ぎぐらいかな、11時ぐらいかもしれないですね。なんですけど、そんなに人多くないですよね。ここは、スコーンと抜けてて、気持ちいい場所なんですけど、ここでもちょっとこれといったものが見当たらず、なんかないかなと結構フラフラしちゃいましたね。これといって何か自分の中に主題があって、そのテーマに合ったものを探して撮影をしているわけじゃなくて、あっち行ったりこっち行ったりしながら感覚的に良さそうなものを撮ってるっていうだけなので、何も見つからないときは本当に何も見つからないですね。ここはこの雲の反射が良かったので撮ってみましたが、ちょっと構図はだいぶ迷ったなっていう風に記憶してます。うまく撮れてるかな。ここは上からテーブルについているいろんな人たちを、風景を切り取ってみようと思って撮りました。この写真は意外と好きかもしれないですね。見た時にこうビビッとくるものがありました。浮世絵なんかでもそうなんですけど、こう見るところが多い作品とかっていうのは僕は結構好きで、細かいところを見ていくといろんなディテールがあるっていう絵だったり写真だったりっていうのは惹かれるものがあるんですね。なので、さっきのシーンなんていうのはまさにそんな感じで、いろんなテーブルにそれぞれの営みというか、それぞれの一日が映し出されているんではないかなって思ってます。それぐらい何かが伝わる写真になってくれるといいんですけどね。この辺りに来るとやっぱり人手が結構多いですね。何を撮ろうか迷うな。と思っていたら、ここから東京タワーいいですね。ちょうど柱と柱っていうんでしょうか、真ん中に東京タワーが来て、ちょっとこの右に出てる日差しがなかった方が良かったかなという感じはしますけど、ここは奥の白い窓の向こうを通る人を撮りたいなと思って構えてるんですけど、いまいちタイミングがつかめないですね。今の人はスマホで写真を撮ってたのかな。東京タワーですかね。写真撮ってました。カメラは何でもいいですよね。自分が一番撮りやすいもので好きなものを撮れる。
それが一番大事なことだと思います。この六本木ヒルズの雲も今から思うと、あんまり写真撮ったことないから1枚ぐらい撮っておけばよかったですね。いつも何なんだろうこれって思いながら通り過ぎちゃうので、今から思うと撮っておいてもよかったかなというふうに思ってます。さあ、六本木ヒルズはこれくらいにして、ここから六本木の交差点方面に歩いていこうかなと思います。これも特に何か撮りたいものがあるってわけではないんですけど、せっかく六本木まで来たので、交差点近辺まで行ってみて何か撮れるものないかなと探してみようかなと思います。というわけで、ベタにこの交差点逆光で撮ってみますね。これね、ちょっと車、もう少しタクシーとか少し速そうな車を選んだらよかったなって思いました。ちょっと早めにシャッターを切りすぎちゃいましたね。ここからミッドタウンの方に歩いていこうと思います。六本木もほぼほぼ来ないし、本当に昼間に来ることなんてめったにないので、なんだかこの明るい六本木ってすごく新鮮でいいですね。富士フィルムと見えたので、フィルム写真家としては1枚撮っておこうかなと思って撮りました。というだけの記念写真ですね。全部が全部アートで芸術的な作品っていうわけにはいかないので、こういう思い出みたいなカットもあってもいいのかなって思ってます。35mm の場合、36枚とか7枚とか撮れるので、こういうところが良さですよね。中盤だと一枚一枚の価値が高すぎて、捨てカットを撮れないんですけど、少し感覚的にはデジタルとかスマホで写真撮ってる感覚にも近い感覚で 35mm だと撮れるなと個人的には思ってます。フィルム自体は年々値上がりしてるので、そう簡単に言い切れないところもなくはないんですが、まだ 35mm は気軽でいいですね。この辺りは少し雲も出てきたせいか、光や影のコントラストは若干控えめになってきましたね。今日は XP2 という白黒フィルムで、モノクロフィルムで撮っているので、もう少しはっきりとした影とかがあるといいんですけど、と思っていて、影ではないんですけど、この光をね、思いっきり正面から撮ってみました。あんまり構図考えずに思いっきり正面から光を撮っちゃいましたね。これ後からこの動画を見返してて、この地面の落ちてるこの影、この網目状の影撮っておけばよかったなって思いますね。その時はあんまり何も考えてなかったんですけど、あれ綺麗でしたよね。いい構図が見つけられたかもしれないです。と後から反省できるのもこういう POV 動画のいいところかもしれないですね。ここも左手にちょうどこの三角巣みたいに芝が生えてるところがあって、ちょっと撮りたいなとも思ったんですけど、うまく画角に収まらなくて写真撮れませんでした。撮れなかったというか、撮るのを断念しました。この下でね、なんかファミリー向けの、お子さん向けのイベントみたいなのをやってたので、全体像をなんかぼんやりとした日曜日の風景みたいなのを撮ってみました。今すれ違った女性もカメラバッグ担いでて、ミラーレスですかね、あれもなんか少し小さめのカメラで写真撮影してましたね。こういうところで写真撮ってる時に
同じように写真撮ってるカメラマンの人と機会があったらどんなものを撮ってるかとか写真について話してみたいなと思ったりもするんですけど、なかなか話しかけたりとかいうことってできないですよね。少し前に桜を撮りに行った時に、同じように桜を撮ってらっしゃった年配の男性に声かけていただいてカメラの話をさせていただいたのがすごく楽しくて、そういう機会があったらいいなとは思うんですけど、ちょっと自分から声をかけるのはなんでしょうね、気が引けてしまうというかシャイになってしまうところがあります。もし街中で見かけたらぜひ声かけてください。北斎のポスターがありますね。大英博物館ですかね。全く知らなかったですね。やってるんですね、北斎。前回の動画でも北斎の浮世絵が好きだっていう話をちらっとしたんですけど、ちょっと機会があれば見に行きたいですね。これも乃木坂までやってきました。この上から見える曲がったこのカーブいいですね。うまく撮れたかな。ちょっとここもタイトだなと思いましたけど、ちょうど自転車で登ってくる人たちがいたのでシャッターを切ってみました。ここから右手に降りていくと、乃木神社ですかねになるのかな。この辺はもう本当に初めて来たので全く土地勘ないんですけど、なんかすごく素敵なところですね。ここからの眺めもすごく良かったし、このちょっとよくわからない黒いモニュメントも撮っておけばよかったですね。水の庭が光を浴びて真っ白に光っていたので一枚あまり背景が活かしてないというか雰囲気がないので、反対側から撮ってみてもよかったかもしれないですね。もう少し工夫して撮ればよかったです。さあ神社の方に降りてってみましょう。もうフィルムもほとんど残ってなくて、この時点であと数枚 2,3 枚ぐらいだったかなと記憶してます。こんなに今日は天気が良くて、新緑も出てて、色もあったんですけど、残念ながらずっとモノクロだったので、普段カラー写真を紹介することが多いチャンネルではありますが、今日はほぼほぼ全編モノクロですね。カメラに1回入れてしまうとなかなか撮り切らないとカラーモノクロ切り替えられないのもデジタルと違ってもどかしいところもでもあるし、だからこそ楽しいっていうところもあるかもしれないですね。はい、ほぼほぼ撮り切ったので今日の散歩はここまでにしようと思います。乃木坂どうやって帰ったらいいんだろうな。ちょっとどういう風に帰ったらいいかはあまりよくわかりませんが、もう昼の時間も少し過ぎているので何かを食べに行こうかなと思います。今日は50ミリで歩き回ってみて、やっぱり普段の28ミリと違ってだいぶタイトなのでかなり苦戦した場面もありましたが、やっぱりこうやってカメラ持っていろんなとこ歩き回るのは楽しいですね。ただ歩くのとは違った発見があったりとか、普段歩いてるところでも違った景色が見えますけど、見慣れないところだとより冒険を楽しめる気がします。というわけで今日はここまで。また今度。